のちゃん、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。渡りガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。渡りガニ。っていうことでね、僕の大好物のカニちゃん買ってきました。今、渡りガニ最高にうまい時期なんですよね。メスは内子がたっぷり入ってて、でもオスもそこまで身は痩せてないと。本当に1年を通してね、一番オスもメスも美味しい時期じゃないかなと僕は思います。それでですね、今日こちらの渡りガニを使って、僕の大好きな韓国料理、カンジャンケジャンと言いたいんですが、今日はヤンニョムケジャンを作っていきたいなと思います。カンジャンケジャンっていうのは醤油ベースのタレに漬け込んだ渡りガニの美味しい料理でございます。ヤンニョムケジャンっていうのは辛い唐辛子ベースの旨辛のタレにこの渡りガニを漬けたお料理ですね。で、今までね、僕市販のヤンニョムでやってたんですけど、今日は自分でね、ヤンニョムを作ってみて、ほんと自家製のヤンニョムケジャンを作ってみたいなと思います。で、僕いつもヤンニョムケジャンはオスの渡りガニを使って作っておりました。でも今日はね、オスとメス両方買ってみました。内子が入ったパターンのヤンニョムケジャンってあんま食べたことないんですよ。ちょっと気になったので、今日はメスの渡りガニもヤンニョムケジャンにしていきたいなと。なんでこれがメスですね。メスとオス。違いはこのふんどしですね。ふんどしが広い方がメス、細い方がオスですね。で上から見てもね、わかるんですよ。渡りガニって。これなんかメスの方がね、なんかちょっとずんぐりむっくりしてて、爪がオスに比べて短いんですよね。なんで上から見た時に判別する方法は、体に対して爪が短いのはメスだなーって思ってください。そしたらこちら先ほどまで水槽で元気に生きてた渡りガニです。で、これを氷締めしました。ほら、まだちょっと動いてますね。で、このまま作ると、すごくプリップリのお刺身みたいな、そんなヤンニョムケジャンになるんですよ。でもヤンニョムケジャンっていうトロッとした密質が、あれがうまいので、トロッとさせるためにこちら一度冷凍させます。冷凍させて繊維を壊します。1日しっかり冷凍します。で、こちら冷凍庫に入れて、カチコチに凍らしていきたいと思います。それじゃあ、1日後で移動。はい、というわけでですね、1日経過しまして、カッチンコッチンに凍りましたと。これで身も柔らかくなったことでしょう。そしたらこちら一度流水で解凍します。はい、では解凍できましたら毎度恒例、綺麗にたわしで洗っていきます。ゴシゴシゴシと。で、今日はね、殻剥いてしまいますんで、そこまでめちゃくちゃ神経質に洗わなくてもいいのかなとは思います。ただこういうところですね、ふんどしを開けた、こういうところは口につくところなんで、綺麗に洗っていきます。あとこういう足の隙間ですね。足の隙間も綺麗に洗います。はい、こんな感じ。こういう風にどんどん洗っていきたいと思います。そしたらカニを割っていきます。ふんどしを外して、甲羅を外します。さあ、こちらのメスガニは内子が入ってるでしょうか。どうだ。うわー、これよ、最高の渡りじゃないですか。ケジャンにもってこいのクオリティですね。で、エラを取ります。これはうまいわ。最高だと思う。で、エラを外したここですよね。ここね、ちょっと汚れてるんですよ。でも、水をジャバジャバやっちゃうと、味噌と卵が流れちゃうような気がしますんで、もう清潔なブラシで、ちょっとここだけね、コシ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 と、こすってあげます。で、布巾でちょっと拭き取ってあげると。はい、こんな感じですね。でも、この甲羅の中にも味噌いっぱい入ってるな。これはこれでつけますか。そしたら次は、くちばしのところを外して、成形します。はい、こんな感じで綺麗になりました。そしたら、足をここら辺で割っちゃいます。足の先っちょを、ポンと。で、爪も、ここら辺でちょっとひびを入れておきます。カーンと。はい、こんな感じですね。そしたら、こちらを真っ二つ。うわ。見てください、これ、ぎっしり。で、もうちょっとカニが大きかったら、ここで半分にするんですけど、今日はわりかし小ぶりなので、このままいきますか。これがメス。で、お次はオスですね。オスはどうでしょうか。パカッと。お、味噌たっぷりですね。で、エラを外して、でちょっとこすって、で、ふきふきと。で、くちばしを外しますと。で、足の先っぽを取ると。爪にはひび。こっちも一緒ですね。足の先を取る。爪には
きびを入れると。で、半分に割ると。はい。うわ、お酢はお酢で身がぎっちりですね。うまそう。もう一匹メスやってみますか。さあ、こっちも、これも当たりだ。もうこの段階から卵が見えてます。よいしょ。もう美しい。素敵すぎる。もうこれめちゃくちゃ楽しみだな。はい、こんな感じにカニが剥けました。そしたらこちらのカニを一度このチャミスルで洗っていきます。このカニにチャミスルをさーっとかけると。これ多分なんで洗うかというと、多分臭み消しなんですよね。お酒で洗うから殺菌効果っていうわけじゃないと思うんですよ。このぐらいの度数で殺菌はね、あんまり期待できないと思いますんで、カニってこういう汁ですね。これがね、割とね、独特な生臭みがあるんですよね。甲殻類独特の。その汁をこう流しつつ、臭みも取りつつってことなんだろうな。水で洗っちゃうとブヨブヨになっちゃうと思いますんでね。おそらく臭み消しかなと思います。本場のケジャン作る動画とか見たんですけど、やっぱりね、焼酎とか、あとチャミスルとか、あとね、みりんとか、そういうもので洗ってましたね。この工程は大事かなと。できるだけこう、溜めたところにバチャって洗うんじゃなくて、新しいのをかけて、より新鮮なお酒で洗ってあげること。これが大事かなと思います。この甲羅の中も洗っていくと。もうほんと少しでいいんですよね。こんな感じで。で、今日は別の撮影で甘エビも使いましたんで、甘エビも漬け込んでいきたいと思います。甘エビにもちょっとかけて、軽くゆすいで、はい、OK。よし、そしたら次は、肝となるヤンニョムのタレを作っていきたいと思います。うまくできるかな？材料がこちら。唐辛子、コチュジャン、ごま、オリゴ糖、イワシエキス、網の塩辛、生姜、玉ねぎ、ニンニク、リンゴ、スルメイカ、ニラ。ざっくりこんな感じを用意しました。これ全部使うかもわからんし、もう少し調味料増えるかもしれません。ちょっと味見しながらやっていきますね。なんせ初めて作るんで、今日は失敗するかもしれません。でも極力失敗がないだろうという食材を買い漁ってきました。じゃあまずはね、玉ねぎとかリンゴとかニンニク、ここら辺をミキサーにかけてペースト状にしていきます。まずはリンゴ。玉ねぎ、でここにみりん、ミキサーに入れます。そしたらボウルに移して、このベースに味をつけていきます。まずお醤油ですね。お醤油を大さじ4ぐらい、4ですね。で、こちらのミョルチエキス、イワシの魚醤ですね。ナンプラーみたいなもんです。これを大さじ2ぐらい。で、そこにコチュジャンを大さじ1ぐらい入れます。分量はね、ざっくりでいいと思いますよ。もうヤンニョムケジャンなんて濃きゃ濃いほどうまいんですから。もう今の段階でいい匂いが漂ってきてますわ。で、ここにお砂糖の甘みを入れます。だいたい大さじ3から4ぐらい、さーっと入れます。今日はきび砂糖を使います。結構甘さは入れてもいいと思うんだよな。で、ここにオリゴ糖、これも入れて、さらに甘さとコクをプラス。1杯、2杯、3杯、4杯ぐらい。よし、こんな感じにできましたと。ちょっと味見ますね、この段階で。
うわ、うんまっ。これまあ唐辛子入れる前の段階で、これしっかりうまいぞ。甘辛の旨味成分凝縮って感じですね。で、ここに、この唐辛子粉ですね。これをね、たっぷりです。ずーっと。一つかみ。二つかみぐらいいっちゃおう。で、これキムチ用の唐辛子なんですけど、そこまで辛くないんですよ。なので、このぐらいいってもいいのかなと。よし。ちょっと味見。おー、いいね。で、ここに、ごま。今日は色とりどりのごまを入れますね。さーっと。そしてここに、網の塩辛。これも入れます。ちょこっとね、隠し味程度に入れます。まあ、ヤンニョムケジャンって結局はキムチの仲間なんでね、キムチ作るみたいな感じで今日は作っていけたらなと思います。で、次、こちらスルメイカですね。スルメイカも細かく刻んで、入れます。さあ、お味は？めちゃくちゃうまいぞ。お、いいね、辛いね。で、次は、ニラですね。ニラを細かく切ります。まあ、細かくといっても2センチぐらいですね。このぐらいに刻んでいくと。で、ニラも入れますと。で、混ぜ混ぜ。はい、これでヤンニョムソースの出来上がりですね。もうちょっとね、イワシの魚醤を入れて、で、お醤油も少し入れますか。カニからだいぶ水分が出て、ある程度水っぽくなりますんで、味はね、濃いぐらいでいいんですよ。OK。そしたらここにカニを入れていきます。で、しっかりカニとこのヤンニョムソースを和えていくと。うわー、うまそう。で、甘エビも入れちゃいます。さあ、どんな味になるか楽しみですね。よし、ある程度絡まったら、この残ってるヤンニョムを持って、カニの甲羅の中に入れます。で、この甲羅もちょっと漬け込んでいきます。甲羅の表側はつける必要ないので、もう内っ側だけ、食べるとこは内っ側だけなんで、内っ側にヤンニョムソースを塗っていきます。うわー、楽しみだな、これ。そしたらタッパーに移します。これが甲羅ですね。で、こっちが身の方ですね。で、上からヤンニョムソースをたっぷりとかけると。よし。めちゃくちゃいい感じにできた。で、甘エビ。はい、このように出来上がりました。甲羅、身、甘エビですね。そしたらこれを冷蔵庫で1日寝かします。3日とか寝かすと、多分鮮度的にちょっと怖いので、1日染み込ませます。1日寝かしたらね、だいぶ味染み込みますんで。よいしょ。はい、というわけで1日経過しましたと。しっかり味が染みたんじゃないでしょうか。お、いい感じですね。こっちが身で、こっちが甲羅の方。そしてこれが甘エビですね。これがね、何気にめっちゃうまそう。ではこちらを盛り付けていく。
そしたら今日はもう一品、ヤンニョムケジャンにめちゃくちゃ相性がいい料理作っていきたいと思います。僕がお店でヤンニョムケジャンを頼むときは必ずこれは頼みますね。その料理の名前がですね、ケランチムという名前の卵料理でございます。何かというと韓国風の茶碗蒸しみたいなもんですね。日本の茶碗蒸しはプルッとしてますけど、ケランチムはこうふわっふわな感じの茶碗蒸しでございます。これがね、ヤンニョムに合うんだよな。でね、めっちゃ簡単にできるんですよね。まずはカニカマ、これをほぐします。で、適当にさっきと。今日は2本ぐらいでいいですね。そしたらネギも刻みます。そしたらお茶碗に卵2つ。で、よく混ぜます。で、お水を 200cc。で、鶏ガラを小さじ1ぐらい。で、お塩も少し。で、お砂糖もちょこっと。で、混ぜ混ぜします。はい、調味料が溶けましたらそこに先ほど切ったほぐしたカニカマ、そしておネギも入れます。で、混ぜ混ぜと。そしたらラップをこうふんわりとかけます。こんな感じでね。そしたらレンジで2分ほど加熱していきます。よし、こんな感じで2分経過して固まったんですけど、まだ中まで固まってないという感じですね。そしたらごま油をさーっとかけて香り付け。で、ラップを取って、さらに2分ほどチンしていきます。はい、OK。はい、これでケランチムの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら、ヤンニョムケジャンと、今日はケランチム付きでございます。で、もちろんこれは忘れれない。炊きたての白米。今日はこちらでやっていきたいと思います。で、ケジャン食べる時の必須アイテム。ビニール手袋ですね。これをつけて、ではまず、シンプルにガブッといきましょうか。これがメスかなあ、これメスだ。打ち粉が入ってますね。じゃあこちら、いただきます。どうかな。うわー、待って、これ殿堂入りだ。これむっちゃうまい。店出せる味久しぶりに来た。うんまっ、めちゃくちゃ本格的。やばい。今までお酢のカニでやってましたけど、これね、打ち粉張りの方がうまいかもしれん。もう身もとろっとクリーミーでね、たまらないですよ。いきますよ。これです。ここを幸せで、爪のところもしっかり割って、うまっ。じゃあ、あれやっちゃいますか。禁断のこの甲羅の中に白米を詰めて、あんま入れすぎないのがポイントなんですよね、これね。で、この卵とヤンニョムを一緒にまずぐちゃぐちゃと混ぜます。ちょっと見た目は悪いんですけど、これがね、うまいんだ。で、ある程度こうやって混ざりましたら、ここにこのケジャンをギューッと乗せちゃう。うわ、ここめっちゃうまそう。この卵のとこ。うわで、しっかり混ぜて、そしたらこれをすくっていただきます。うわうんまっ。これドーパミンが体からドバドバ出てるのがわかる。とんでもなくうまい。本当にうまい。今まで僕の作ってきたヤンニョムケジャンで一番うまいっす。申し訳ないけど、この味の深みとかフレッシュさっていうのは市販のヤンニョムソースでは出ないですね。めちゃくちゃうまい。じゃあ次は白米にダイレクト乗っけちゃって、この身の柔らかさもいい具合だ。ほんでね、ヤンニョムケジャンはカンジャンケジャンに比べてカニの生臭みがね気になりません。すごい辛い味付けしてるんでね。でもね、そんな辛くないんです。あんだけ唐辛子入れたけど。で、これ入れちゃいましょう。ジャバン海苔、韓国海苔みたいなもんなんですかね。こんなんね出てくるんですよ、本場行くと。これをちょっとかけると、
あ、そう、韓国海苔フレークみたいな。で、ここをすくっていただきます。うまっ。やべえ、これまでずっと白米食えるわ。そしたら次こちら、ケランチムですね。ケランチム。これがね、めちゃめちゃうまいの。わかりますか、この、ふわとろ加減。いただきます。うまい。合うね。で、この、ケランチムに、エビ。生エビを乗っけて、こういきますか。こう。いただきます。合うんだよな、ヤンニョムと。これがねえと、ヤンニョムケジャンは閉まらんね。で、欲を言うと、ここに、サンナッチって言って、手長ダコの、まだこう動いてる足の刺身。あれがあると最高。ラストもう一回これ、やっていいですか。甲羅に入れて、混ぜ混ぜして、次はお酢ガニで、お酢の味噌でいきましょう。で、ここを、いただきます。うまっ。で、ヤンニョムに時々入ってくる、このスルメイカ。これがいいアクセントになってる。柔らかく戻っててね、コリップリってした食感で、めちゃくちゃうまいこれ。ちょっと甘エビも食べてみますか。さっきケランチムに乗せたのはボタンエビなんですよ。甘エビのケジャン。これどうなんでしょうね。いただきます。まあ、うまいわ。でも、これちょっと剥いてつけた方がよく使ってうまいかも。これ最高だよ。はい、ということで今日はこちらのヤンニョムケジャンときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！透明なやつ。いや、ビールが本当は飲みたいところなんですけど、この家にビールがなくてですね、まさかの今日に限って切らしていたということで、ソフトドリンクもね、何もないので、なんで今日はもう水でいきます。まあ、たまにはね、コーヒーもあってもいいでしょう。10対0、いただきます。うめえけどビールが欲しい。この辛うまなケジャンにはビールだよ。まあ、後で買ってこよう。そうじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は新鮮な渡りガニを使って、一からヤンニョムソースを作って、ヤンニョムケジャン作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまくできた。こんなに気持ちのいい日はない。あれは自信持って人に出せる味ですね。甘さ、辛さ、深み、完璧なソースができましたね。で、いつもね、市販のタレ使ってたんですけど、もう市販のタレ使わない。もう自分で作った方が絶対うまいです。ただ、一つ注意点として、ニンニクをものすごく入れるんですよ。すごいたくさん入ったじゃないですか。あれ3玉近く入ってるんです。で、生ニンニクなので、多分口臭がえぐいです、これ。ものすごい息が臭い、男になってます。で、作って食べる際はですね、次の日、予定がない時に食べた方がいいかもしれません。本当にちょっとすごいです、これ。まあ、改善点はそこだけかな。で、あとはね、こう、玉ねぎをスライスして、ニラと玉ねぎをこう、入れても、またね、玉ねぎのシャキシャキ感も相まって美味しくなるのかなと思いましたね。で、網の塩辛は、まあ、あってもなくても、どっちでも良かったかもしれませんね。まあ、あった方がね、コクが出て美味しくなると思うんですけど、まあ、あれなかなか手に入んないんでね、スーパーとかにも売ってないんで、まあ、なければないで OK ですね。ただ、スルメイカは絶対入れた方がいいですね。駄菓子屋さんとかにもね、スルメイカ売ってると思うんで、めちゃくちゃ美味しくなりますんで。はい。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。